皆さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。牧場物語、オリーブタウンと希望の大地のプレイ動画17です。前回までのあらすじは、じょうろ以外の道具をグレードアップしました。銀になりましたね。衣装も着替えたやんな。はい。やっぱり初期衣装から変わると可愛さ倍増ですね。で、今回は何をするん？まずは、いつものルーティーンですが、少し検証を行います。検証？はい。各季節は28日で終わります。作物によっては、春、夏、共に育つ作物があります。ふむふむ。この作物は、季節が変わるタイミングで分かれるのか。分かれる？季節の変わり目で、次の季節で育てることができない作物は枯れます。枯れたら、ハンマーで壊して他のを育てることになるのですが、季節またぎの場合は大丈夫なのかを検証します。右上に一つだけ植えておき、夏になっても残っているかで判断しようと思います。これか。作物は、基本、水やりをしていなかったら育たないようなので、この苗は捨てで、このまま放置して夏になっても収穫できるか、で見ます。なるほどな。先に結果を言っちゃうと、可能でした。結果、言うんかい。連作可能な作物で、季節終わりにはギリギリで植えても、次の季節で育てることができるので、無駄にならない。が証明されました。それはいい情報やな。あと、物体ですね。鉱山で邪魔者倒したら手に入る。あれやな。替え掘りで、池の水をなくしても、宝箱から手に入りますが、あれは、今のところ、大したことがないです。大したことない？手に入るのは、鉱石か布か寄贈物です。場所を取る割には、大したものが出ない。邪魔なものやったわけやな。鑑定してもらうのも一つずつですので、手間がかかります。一気に鑑定してくれれば助かるのですが。言うても、鉱山は、今のところ、そんな深いものないもんな。荷物の空きがあるから、不便せえへんやろ。積極的に倒そうとは思わないですね。まあ、後半、本当に、邪魔者が、邪魔なのでイラッとして攻撃しちゃう以外には。しかし、あれやな、道具のグレードがアップしたおかげで、鎌とかもかなり広い範囲狩れるな。これは、かなり気持ちがいいです。金でこの範囲なので、金とかオリハルコンとかだとどうなるのか楽しみです。お、イベントが進んだ。どういうタイミングで進むんやろうな。おや、コロポンやん。あ、人外のお方でしたのね。ちっちゃいコロポンの集め度合いによるのかも。大人の姿になった。仮面はどこ行ったん？やっぱり、コロポンを大量に見つけたら、イベントが進むようですね。祠で恩恵が受けられるようになりました。これで、ハートの数が増やせられるはずです。それは嬉しいな。早速行ってみよう。2つ増えた。さらに増えた。さらに増えた。6つも増やしたな。畑もレベルアップ。
なり多くなったな。今回ので6つ増えましたからね。これで、より長く鉱山も売ってられるやん。あとは、ザックザック鉱山の攻略を残すのみです。どうやら、ちっちゃいコロポンを100匹集めると、イベントが発生するようですね。これは、優先的にやっておきたい、イベントやったな。畑レベルを上げれば、作物のレア度も上がるので、出荷する時の金額もアップします。それも重要やな、金策としては。こちらについても放置しておいてはダメなので、依頼をこなして進めなければ。春の日、27日目です。もうすぐ春も終わるな。いらない樹木は一旦伐採します。本当は連作されますし、季節が変わっても育つのですが、場所が悪かった。今日はスタミナも増えたので、銀を集めるために鉱山へ出向きます。これも、結構潜り続けなあかんのやな。まだオリハルコンは見つけたことがないですし、まだ見ぬ採掘場があると思います。そこに行けば、オリハルコンの金も銀も鉄も石も全部手に入ると思うので、そこまで進めれれば、資材も大量に手に入ると思うのですが、まだ3つ目の採掘場の最下層まで行けてないもんな。せやけど、今のスタミナやったらいけるんちゃう？いけそうですよね。確か50階が最下層だったかと思うので、この感じだとどれだけか掘っても、30階でスタミナ半分ぐらいあるので、雷モグラにだけ注意すればいけそうです。次の目標はそれやな。そうですね。確か最終日はペットレースの日だったので、今日中に畑を拡張しておきます。そのために、銀と鉄を掘りに行ってたのか。そうです。今のままだとスプリンクラーが足りませんので水やりは自動化させたい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次はペットレースですね。よかったらチャンネル登録と高評価頼むて。見てくれて、おおきにやで。